ようこそ、人参 Z の模型部屋へ。今回制作していくのは HG ジム。発売日は2023年の11月18日。メーカー希望小売価格は2530円となっています。それでは早速、オープンザボックス。ランナーの枚数は全部で9枚。ホイールシール、マーキングシール。見開きタイプの説明書。内容物は以上です。ステップ1、仮組み。今回の動画では最低限の道具を使って制作していこうと思います。まずはダイソーで購入したニッパーを使ってパーツを切り出していきましょう。そう思っていたのですが、このニッパー想像以上に切れ味が悪く使い物になりませんでした。プラモデル用って書いてあったんですけどね。残念です。見てください。断面が完全に潰れています。なので今回はいつも使っているタミヤのニッパーを使いました。断面が綺麗だと後の作業も楽になるので、皆さんもニッパーを買うときはそれなりにいいものを買った方が幸せになれると思います。仮組みが完成しました。今回はミサイルポット装備型を作っていきたいと思います。ステップ2、表面処理。紙やすりセットとスポンジやすりセット。こちらもダイソーから買ってきました。スポンジやすりの質感はいい感じですね。紙やすりの方は仕上げ用に600番と1000番を使います。まずはスポンジやすりの320番と400番でバリを削ったら、平らなものに貼り付けた紙やすりで表面をならしていきます。加工前との比較です。この調子で全てのパーツのバリを処理します。表面処理が終わったら洗浄していきましょう。水と洗剤を入れたらよく攪拌してスイッチオン。洗浄が終わったら洗剤が残らないよう水でよくすすいでバットに広げます。あとはしっかり乾燥させましょう。ステップ3、塗装。まずはパーツにクリップをつけていきます。パーツは色ごとに分けておくと後の作業が楽になります。今回は充電式のエアブラシを提供してもらったので、それを使っていきたいと思います。ソウルパワーというメーカーのモデル4ネオという商品です。外箱は高級感があって期待が膨らみますね。箱の中はこんな感じで、左下からバッテリーが2つ、エアーポンプ、エアブラシ、そして充電ケーブルとジョイント類です。組み立てながら商品の説明をしていこうと思います。このエアブラシは口径が 0.3 ミリ。カラーはブラックとレッドの2色があるので、好みによって選ぶことができます。自分はレッドを選びました。バッテリーについてなのですが、
こちらには制御システムが搭載されていて、バッテリー残量が少なくなっても均一なエア圧で作動してくれるようです。さらにバッテリー自体の互換性も上がったようで、モデル1からモデル4ネオまで全てのモデルに装着できるみたいです。以前のモデルを使っていた人にとっては朗報だと思います。このバッテリー自体も最初から2つついてくるので、片方の充電が切れても交互に充電しながら塗装ができるので良心的だと思いました。組み立てが終わるとこんな感じ。質感も良くてデザインもかっこいいですね。重さはずっしりと感じますが、許容範囲内だと思います。概要欄に Amazon のリンクを貼っておくので、興味のある人は見ていってください。使い方はバッテリーに充電ケーブルを挿します。するとランプが点滅します。これが点灯になったら充電完了です。あとは本体の底に接続すれば使用できる状態になります。まずはサーフェイサーエボブラック。サーフェイサーって粒子が大きいんですけど、問題なく拭けています。ピンボケしていますね。すいません。どうでしょうか。ムラなく濡れているのがお分かりいただけると思います。スーパーアイアン2。内部フレームのアクセントに塗ります。透光色。色はすごい好みなんですけど、漢字が難しすぎます。これを一発で読めた人っているんでしょうか。ディープレッド。発色を良くするために、まずはホワイトで塗ってからディープレッドを塗っていきます。こんなに大きいシールドのパーツも問題なく塗装できました。今のところパワー不足とかは全く感じないですね。ダイソーで買ったマスキングテープを使ってマスキングをしていきます。バイザーの中の部分をシルバーで塗り分けます。ミサイルポットは付属のシールでマスキングをしようと思ったのですが、先端しか隠せない大きさでした。本当は弾頭全体を塗り分けたかったのですが、今回の企画の趣旨に反するので、このまま進めることにします。クリアと蛍光ピンクを1対1で調合します。クリアを混ぜることで透明感を出しました。艶消しホワイトを根元に吹き付けてビームの勢いを演出します。クリアと蛍光グリーンを1対1で調合します。こちらはバイザーなどに使用しました。スーパークロームシルバー2。明るめのシルバーなので目立たせたい時に使います。RML66 ブラックグレー。武装類やバックパックに使用しました。ジャーマングレー。こちらは内部フレームに使用しました。関節の丸いところを塗り分けていきます。今回はホイールシールの大きさがぴったりだったので問題なく塗り分けできました。
ホワイトとエアクラフトグレーを1対1で調合します。ここである異変に気がつきました。何これ、粘土やば。塗料が劣化していたのか異様にドロドロしていました。しかし希釈すれば問題ないだろうと作業を続行したのですが、これが悲劇の始まりでした。ひとまず全ての塗装が完了しました。マスキングテープを剥がしていきます。今回はダイソーのマスキングテープを使ったのですが、粘着が弱くて剥がれてしまったり、逆に強すぎて塗膜を傷めてしまったりということもなく、問題なく使用できました。ミサイルのマスキングも剥がしていきます。思ったよりおかしくはないですね。バーニャの内側も塗り分けてあります。今回はバーニャが小さかったので、縁の部分も赤くして目立つようにしてみました。オイルシールの糊が残ってしまったら、マスキングテープなどで取り除いてあげましょう。関節部分の塗り分けもいい感じです。ステップ4、仕上げ。まずは墨入れから。白いパーツには墨入れ塗料ダークグレーを使います。価格は440円。モールドの彫り直しはしていませんが、このキットはモールドがしっかりしているので、思ったより綺麗に流れていきます。しっかりと乾燥させたら拭き取っていきましょう。綿棒に溶剤を適量染み込ませます。あとははみ出た部分の上から優しくなでるだけです。強くこすると塗膜を傷めるので、力は入れずに拭き取りましょう。すべての墨入れが終わったらパーツを大まかに組み立てます。しかしここで悲劇が起こりました。エアクラフトグレーの塗膜が厚すぎてパーツが割れてしまいました。皆さんも劣化した塗料には十分気をつけてください。仕方がないのでこのままデカールを貼っていきます。使いたい部分を切り取って水につけてデカールが浮いてくるまで置いておきます。デカールをスライドさせて乗せます。位置を微調整したら綿棒で水分を押し出します。他のパーツにも同様の手順でデカールを貼っていきます。最後にトップコートを拭きます。使用するのはスムースクリア。このスムースクリアは艶消しのクリアなのですが、ザラザラになりすぎずちょうどいい塩梅でマットな質感にしてくれるのでお気に入りです。稼働する部分は最初に曲げたまま塗装します。次に乾燥してからまっすぐに伸ばして塗ります。こうすることでしっかりと全体を塗ることができます。トップコートをすることで質感を統一したり、デカールの段差を目立たなくしたり、塗膜を保護したりする効果があります。すべてのパーツのトップコートが終わりました。ステップ5、組み立て。
あとは組み立てていくだけです。艶消しにならないように外しておいたバーニアを取り付けて、バイザーをはめ込みます。シルバーのメカが透けていていい感じですね。股関節に足を差し込んで、腕も取り付けます。バックパックも接続して、下半身と上半身を合体させて、頭を取り付けたら、HG ジムミサイルポット装備の完成です。今回は必要最低限の道具を使って HG ジムを作ってみるという企画でした。意外とダイソーの100円の道具でもなんとかできることが分かりました。ただニッパーだけはちゃんとしたやつを使った方がいいですね。最後に提供してもらった充電式エアブラシについて話そうと思います。まず結論から言いますと想像以上に良かったです。パワーも十分にありましたし、バッテリーも2つついてくるので、ローテーションしながら一日中塗装することもできました。普段使っているハンドピースがトリガー式なので、今回使ったボタン式は指が疲れやすかったかなという印象ですが、そこは慣れの問題だと思います。これから塗装を始めてみたいという人にはすごくいい商品だと感じました。概要欄にリンクを載せてあるので、興味がある人は見ていってください。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。この動画が面白い、参考になったと思った方は高評価とチャンネル登録。つまらない、参考にもならないと思った方は低評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。